今日は若竹煮を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は若竹煮を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、今が旬のお野菜たけのこを使った煮物を作っていきたいと思います。味付けをですね、簡単にめんつゆで作っていきたいと思います。たけのこの煮方などをね、いろいろご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにたけのこを茹でていきます。材料はこちらです。たけのこ、米ぬか、そして唐辛子、こちらの材料でたけのこを茹でていきます。たけのこのね、茹で方もね、いろんな茹で方があります。今回はベーシックに皮付きの状態で茹でていく方法をご紹介していきます。皮を剥いてもね、そこまですごく味が変わるわけではないので、時短したい場合は皮を剥いた状態で茹でていただいても OK です。ちょっとね、そのやり方も後でご紹介したいと思います。ではまずはじめにたけのこを茹でていきます。それではね、早速茹でていきたいと思います。まず表面の皮をね、何枚か剥きます。こうやってね、何枚か皮を剥いていただくことで茹で時間を短くすることができます。で、この皮付きでね、たけのこを茹でる理由としては、たけのこの旨味をね、閉じ込めることができるっていうのと、あとはゆっくり時間をかけることでよりアクが抜けやすくなります。はい、で今5枚ぐらいね、皮を剥きました。そしたらこのね、根っこの部分だいたい1センチほど切り落とします。結構ね、たけのこ硬いので指をね、怪我しないように気をつけてください。でこのように切り落としてください。でこのね、イボイボの部分は気になる場合は茹でてから包丁でこそぎ取っていただいた方が簡単かなと思うので、まずね、こちらをこのままにしておきます。そしたらですね、たけのこ今ね、このようにカーブしてます。でこれをね、斜めに切ります。でこの時もね、硬いので手を怪我しないように注意してください。はい、このように先端部分を切り落としてください。そしたらね、包丁を斜めにしてこの真ん中にちょっと切れ込みを入れます。はい、このように切れ込みを入れます。こっちの裏面もですね、ちょっとね、カーブかけて浅く切れ込みを入れます。はい、こんな感じ。このね、中心部に向けて切れ込みを入れてください。こうやっていただくと火の通りが早くなります。そしたらたけのこのね、皮を全部剥いてから茹でる方法のたけのこの皮の剥き方だけご紹介します。まずね、この真ん中に切れ込みを入れます。手を怪我しないように気をつけてください。でそしたらね、皮を剥きましょう。パカッと真ん中を割るように皮を剥きます。はい、こんな感じです。で先端のちょっととんがってる部分もポキッとね、折って切り落とします。であと根元の部分ですね、こちら1センチほど切り落とします。あんなに大きかったたけのこもね、こんなにちっちゃくなります。皮を剥いた状態で茹でる時はさらにね、これを半分に切っちゃって OK です。はい、こうやって茹でていただくとかなり時間も時短できて早く茹でることができます。茹で方はね、今からやる方法と同じで OK です。ではお鍋で茹でていきます。まずたけのこをお鍋の中に入れます。そしてたけのこがかぶるぐらいまで水を入れます。でこのようにこう押した時にね、たけのこが浸かるぐらいですね、このぐらいまで入れてください。そしたらここに米ぬかを入れます。もう直接ね、このまま入れちゃって OK です。であとはね、唐辛子ですね、これを入れます。でこうやってね、米ぬかとあとは唐辛子を入れていただくことでたけのこのえぐみをね、綺麗に取ることができます。ではこちらを火にかけます。で火加減は中火でまずこのまま沸騰させましょう。はい、今ね、沸騰しました。で沸騰したら火加減を弱めてください。でこの時ね、吹きこぼれないようにだけ十分に注意してください。でここにアルミホイルで落とし蓋をします。こんな感じです。このまま1時間ほどたけのこが柔らかくなるまで煮込んでいきます。で途中でね、吹きこぼれないように火加減の様子を見ながら煮るようにしてください。で今回私はね、アルミホイルで落とし蓋をしてるんですけれども、通常のね、木でできた木製の落とし蓋などを使っていただいて OK です。ではこのまま弱火でじっくり煮ていきます。はい、今1時間経ちました。そ
そしたら火を止めます。そしてアルミホイルを取りましょう。はい、こんな感じです。中まできちんと火が通ってるかチェックします。竹串で太い部分を刺してください。スーッと竹串が入れば OK です。こんな感じ。それでは茹で汁の中に入れたままたけのこを冷ましていきます。そうすることでしっかりアク抜きをすることができます。はい、しっかり冷めました。たけのこを取り出します。この切り口を入れた部分から最後ね、皮を剥いていきます。このようにね、簡単に剥くことができます。スーッとね、はい、こんな感じで取れます。で、もうちょっとね、取り除いていきます。はい、このように皮を剥きました。ここのね、ちょっと触ってみて硬い部分は切り落とします。で、あとはですね、ちょっとね、この黒っぽい部分ですね、これは包丁でそぎ取ります。下茹でする前に取っていただいてもいいんですけど、下茹でした後の方がね、取りやすいと思います。はい、このようにちょっと黒い部分はそぎ取りました。こちらは気になる部分だけ取り除いてみてください。で、あとね、ちょっとここにね、まだちょっとボコボコっとしている部分があるんですけれども、それは包丁のね、こちらの背中を使ってこうやってね、ちょっと撫でていただくと取ることができます。こんな感じ。そうするとこのように取れます。あんまり強くやりすぎるとたけのこが傷むので、優しくね、やってください。はい、こんな感じです。このように仕上がりました。たけのこの下茹ではこれで OK です。それでは先ほど煮たたけのこを使って若竹煮を作っていきます。材料はこちらです。たけのこ、わかめ、お水、めんつゆ、みりん、こちらの材料で作っていきたいと思います。今回使用するめんつゆは2倍濃縮のめんつゆです。味の濃さに関しましては、めんつゆが何倍濃縮だったりとか、あとはね、お好みがあると思うので、味の濃さはお好みで調整してみてください。そしてたけのこは今この状態で約 400g です。で、今回ね、塩蔵わかめといって、このようにね、塩漬けにされたわかめを使っていくんですけれども、こちら乾燥わかめを使っていただいても OK です。乾燥わかめの場合はだいたい 10g 前後ぐらいがいいかなと思います。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずこちらのわかめは塩がたくさんついているので、一度さっと水洗いします。はい、水洗いしました。そしたらここにお水をたっぷり入れてください。そしてこのまま5分ほど浸して塩抜きをします。はい、5分経ちました。それでは水を切ります。はい。で、水気を絞ったら、このようにわかめを一度広げてください。そうするとね、こんな感じになってます。まずね、この根元の部分を切り分けていきます。で、これね、茎付きなので、茎の部分はちょっと硬いので、もしね、硬いのが嫌な場合は切り落としてください。で、あとはこれをまとめて、だいたい5センチ幅ぐらいですね。それで切っていきます。食べやすい大きさに切っていただいて OK です。では残りも同じように切ります。わかめの準備はこれで OK です。では続いてたけのこを切っていきます。まずたけのこを縦半分に切ります。はい。で、こうやって見ていただくとわかるんですけれども、このね、三角になってる部分、ここが穂先と言います。で、その周りについてるこの部分ですね。ここは姫皮といって、とても柔らかい食感のたけのこの部位になります。ここの部分はですね、お味噌汁に入れていただくのがおすすめです。なので今回はね、こちら取り除きます。スーッと手で優しく取り除けます。こんな感じ。こちらも同じように姫皮の部分は取り除きます。で、こちらね、先ほども言ったんですけれども、ここが穂先、そしてこの部分が中央部分、そしてここの部分が根元になります。で、今回はこれをね、2等分にして切っていきたいと思います。ここを切り落とします。こちらも同じように切り分けます。はい、こんな感じ。そしたらね、こちらの上の部分はくし切りにしていきます。まずね、これを半分に切ります。で、こっちも半分に切ります。で、そしたらですね、くるっと裏返して、そしてこちらをまた2等分にします。はい、上の部分はこのようにくし切りにします。続いて根元部分です。根元部分はまずね、こちらを1センチ幅に切っていきます。で、このままだと大きいので、これをね、さらに半分に切ります。
このように切ります。そしたらこちらも同じように1センチ幅に切っていきます。はい、根元部分はこれで OK です。たけのこの準備は OK です。このように2つに分けて切り分けてください。それではたけのこを煮ていきます。まずたけのこを鍋に入れます。はい、このように入れてください。そしたらここにお水、そしてめんつゆ、あとはみりんを加えます。でそして軽く混ぜて、そして火にかけます。で火加減は中火でまず沸騰させましょう。はい、沸騰しました。沸騰したら火加減は弱火にしてください。でアクが出たらアクを取り除きます。でこのままですね、だいたい煮汁が4分の1ぐらいになるまで弱火で煮詰めていきます。途中でねアクがたくさん出てきたらその都度取り除いてください。ではこのまま煮詰めていきます。はい、で今ね弱火にしてからだいたい6分経ちました。でそうするとねちょっとたけのこの頭が出てきます。そしたらこちらね落とし蓋をかぶせます。はい、このように落とし蓋をしてください。そしてこのまままた引き続き弱火で煮込んでいきます。はい、今ね弱火で煮詰めてから15分ほど経ちました。そしたらね落とし蓋を取ります。このようにしっかりねたけのこに味が染みてます。でこの煮汁もですねだいたい4分の1ぐらいになってれば OK です。そしたらちょっとねたけのこを寄せて、ここの隙間にわかめを入れます。そしたらねわかめも煮汁につけます。でこのまま2分ほど加熱しましょう。はい、 OK です。2分経ちました。そしたら火を止めます。これで若竹煮の完成です。味がしっかり染みて美味しそうに仕上がりました。それではお皿に盛りたいと思います。はい、これで若竹煮の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように味もしっかり染み込んで美味しそうに仕上がってます。そしてこちらのわかめにもしっかり味が染み込んでます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。それではまず上の部分からいただきます。味がしっかり染みてて、かつ食感も柔らかくてすごく美味しいです。そしてたけのこの甘みもしっかり残ってます。では根元の部分もいただきます。このね根元の部分にもしっかり味が染みてて、かつですね歯ごたえがすごくいいです。それではわかめもいただきます。わかめにもしっかり味が染みてます。ちょっとねこの柔らかくなったわかめがまた美味しいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の若竹煮のポイントです。まずたけのこの下茹でなんですけれども、これはねいろんなやり方があります。今回は皮付きのまま茹でる方法をご紹介しました。この皮付きのまま茹でていただくとたけのこの風味をねしっかりと残すことができます。ただ皮ごと茹でる場合は少し時間がかかるのと、あとはねじっくり茹でないとアクが残りやすくなります。なので皮ごと茹でる場合はしっかりと茹でるようにしてください。そして茹でた後は鍋の中でたけのこをしっかり冷ますようにしてください。そうすることでさらにきちんとアクを抜くことができます。もし時間がなかったりとか短時間でしっかりアクを抜きたい場合は皮を剥いて半分に切ってから下茹でしてみてください。たけのこを茹でる時にはですね米ぬかと唐辛子を一緒に入れて茹でました。そうすることでアクが抜けやすくなります。そしてたけのこの切り方に関してなんですけれども、今回は上の部分と下の部分に分けて切りました。このように上と下で分けていただくことで2つの食感を楽しむことができます。あとはねもうめんつゆで煮るだけなのですごく簡単です。で今回ね2倍濃縮のめんつゆを使ったんですけれども、こちらはですねお餅のめんつゆを使って味の濃さは調整して作ってみてください。そしてわかめに関しましてはこちらをですね生のわかめだったりとか、あとはカットわかめを使っていただいても OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は若竹煮を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
バイバイ。